はい、どうも皆さんこんにちは、原田です。じいちゃんが昔作った単管パイプ小屋改造してみるの総集編です。総集編、こういうの初めて作ります。なんでちょっと勝手がわからないんですよね。よくありますよね、総集編って。リノベーションとかの動画でね。それの真似でよくわからないんで、ほぼ早送りでお届けします。作業初日、まずはね、この散らかった中を片付けないということで、整理整頓をしているところでございます。本日はある程度余計なものを取っ払ったので、今度はあの辺の板かな。物をある程度移動したので、今度は少しばらしていく。余計なものがくっつきまくってるんでね、僕が作業する前に父がある程度ばらしたらしいんですけど、まだ結構くっついてますよね。最終的に軽トラを収められるようにしなければいけないので、こういう邪魔なパイプも全部取っ払います。パイプを一個一個外すのもなかなか大変ですね。ほい、取っ払った。そしてドン、きれいにしましたと。このままだと軽トラが入らないので、枠をさらに外して入り口の幅を広げる。この小屋に軽トラを収めるっていうのが最終目標なんで、その幅はしっかり確保しないと。確保はしたんですが、これじゃあキチキチすぎて出れません。ダメです。という感じで初日が終了と。作業2日目、入り口の反対側に来ました。これ見てわかる通り、外壁がね、針金で留めてあるんですよ。すごいっすよね。初めて見ました、こういう固定の仕方。ここも一回取り外します。てか針金で十分固定できるんですね。だって何十年もこの状態で平気だったわけですからね。すごいっすよ、強度が。原田は新しいスキルを手に入れましたよ。針金で留める。今後使わなそうですけどね。で、取り外しが完了と。なんと2日目これだけ。作業3日目。父がね、ここに窓を取り付けてほしいっていうことなんで、窓はね、あったんで、そのあるやつを使うんですけど、この単管パイプにね、どうやってキー固定しようかなって思ったらね、こういうたるぎ用のクランプがあったんですよ。便利。こいつを使ってたるぎ止めて、そこに枠って流れ。なんとなくでやってるんでね、適当なんですけど毎回。一応原田なりに考えてはやってますが、結構それが間違ってたりしますからね。やれやれなんですけど、小屋だからいいやっていうちょっと甘い考えがあるんですよね、どっかに。そういうのが良くないよな。毎回全力で本気で取り組まないといけない。だけどなかなか本気になれないんだよ。皆さんいつ本気になりましたか、最近。いつでも全力。すいません、野暮なことを聞いてしまいました。はい、窓がつきました。適当につけました。3日目終了。作業4日目が始まりました。窓をついたんで、今度は外壁用の枠を組んでいきます。使う木材はすべて廃材で、たるぎクランプはね、もうこれはなかったんで買うしかなかったんですけど、それ以外は、あるもので、なるべくあるものでコストをかけずにね、どうせ小屋だしっていうとちょっとですけど、はい。で、ここちょっとめんどくさいパート、余計なパイプが結構突き出てたんですね。そういうのを切んなきゃいけない。パイプって切れるんですね。パイプカッターもねあるんだけど、この場所だとうまくね使えない。だからノコギリっすよ。手動、めちゃくちゃ力技。今邪魔だったパイプをカットしたので、外壁枠の続き、これはクランプ、たるき止める、それだけですね。
何も難しいことはない。まあそう言って簡単なことでもミスっちゃうのが原田なんですけど、まあさすがにこの辺はね、止めるだけっていう赤ちゃんでもできる系だから、イコール原田にもできる系だから。外壁用の枠ができた。はい、以上です。今日は疲れちゃった。はい、晩ご飯作ろう。しまい。はい、作業5日目です。順調なのかどうなのかもさっぱり分かりませんが、またこういう邪魔なパイプカットしていきます。いろいろ余計なもんが多いんでね、そういうのをどかさないとこの先いろいろ取り付けることができないんでね。はい、大変だったなこれで。これだけで終了します。作業6日目、外壁の枠の続き。ここはね、じいちゃんと同じ針金スタイルでやることにしました。もともとついてる柱と合わなくなっちゃうんでね、しょうがない。原田は針金スキルを身につけた。で、これだけで終わりの日だ。で、そのまま次の日。作業ももう7日目。通算したら1週間ですね。あっという間です。まあ一応進んでますよね。今日は外壁です。この波板、ご近所さんにいただきました。これね、もし買うってなったら結構高いですからね。ラッキーですよ。で、カットは丸ノコで。これは嫌だったな。こういうの切るの一番苦手です。てか嫌いです。波板がイメージ通りつくかチェック。これはガラスファイバー入りのやつ。初めて使いますね。あんま見たことないですけど、主流じゃないのかな。わかんない。古いんかな。わかんない。とりあえずいただき物っす。やっぱただがいいですよ。あるもんで作る。そこポイントの一つですからね。結構それ大事。で、なんか料理とかする時あるじゃないですか。その時冷蔵庫見て、これしかないやってなって、あれを作るにはあれとあれが必要でなんつってね、わざわざ買い物行くじゃないですか、ほとんどの人が。でもそこを適当にね、あるものを組み合わせてパッと一品二品作ってごらん。できる人っぽいってね。おーおーおー、以上。ザン。作業8日目、波板張りの続きでございますね。これね、単純作業だけどものすごくたくさんビス使うよね。ビスはさすがにちゃんと止めておかないと風とかで吹き飛んだりって吹き飛んじゃいそうだもんね。台風とか来るでしょ日本は。せっかく作ってすぐ吹き飛んじゃったらちょっと悲しいよね。いやちょっとじゃない、だいぶ悲しいよ。順調に進んでるなぁと見せかけて、これだけで終わっちゃう日でしたね。これね、何があったのかっつってで、またそのまま次の日になっちゃうパターン。作業は9日目、波板張り終盤。これを全部付け終えたらもう小屋ですよね。ちゃんとしたかどうかわかんないけど、何もなかったからね。そこに壁がつくんだからすごいよ。ちょっとあんま加工はうまくできなかったですけどね、なんとなくでやってるんでしょうがないかなと。僕の小屋じゃないしなんつって怒られちゃいますね、こんなこと思ってたら。これ忘れてましたけど、この時このインパクトがクソすぎて相当原田イライラしてましたからね。でもなんだかんだ波板張り終えましたと。この日は元気がまだあったみたいでね、これ鼻隠しおまけにつけちゃうなんつって。これがあるとないとではね、もう見栄えも小屋の性能もだいぶ変わってきますから。よく知らないけど、よく知らねんかいっつって、にわか知識いっつも。でもできた。作業10日目、
中にやってきました。この日はね、よく覚えてる。パイプをね、カットしなきゃいけない、この邪魔な。でね、結構カットするのが怖かったんです。で、ビビってた。そのビビってた様子をもう一度ご覧ください。怖い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 です。怖いです。超ビビってる。でもビビるでしょ。素人だもん。どうなるんって思うじゃん、これじゃなくて。逃げる準備。怖かった。原田がどんだけビビるか分かった。このドキドキで10分くらいうろうろしてたから。怖いね、ビビり散らしてたでしょ。おっさんがビビってる姿ってダサいっすよね。で、これもう一本あったんですけど、これはね、まあそんなにビビらずに、とりあえず取り除けたのかな。結構ビビってましたね。で、またね、入り口を広げるためにさらに余計なものを取っ払うってとこですね。そう、このままだと軽トラ入れるのギリギリすぎるんで、もう入り口をものすごく広げちゃうっていう。で、また力技ですよ。これは大変だった。広くなった。でもこの日これだけ。作業11日目。早いんだか遅いんだかわからないペースで進めているって感じですよね。だいたいどういう風にやってこうっていうプランがそもそもないですからね。しょうがない。そして赤いつなぎを着ている赤い原田です。この日を最後にこの赤いつなぎを着ておりません。多分ね。ちっちゃい。目立ちすぎる。で、11日目これだけ。で、作業12日目。この日はね、ドアつけるって日かな。ドアをつけてくれって頼まれたんですよ。ここにね。なんか小屋の中にあった適当なドアをね、ちょうどいいサイズに切ってはめ込もうっていう作戦。これもなかなか苦労しましたね。適当だとね、うまくいかないのってこういうパートなんですよね。フレーム、ドアをちゃんとまっすぐつけるとか。僕にはね、無理ですね。この枠の付け方見たらわかるでしょ。でもね、なんとなくつけちゃったから、それでも無理やりつけたドア。作業13日目。ドアつけたので、あとはこの隙間をまた波板で留めて、しっかり壁を作ってあげると。それができたらこっち側完成ですね。なんとなくやってるのになんとなく形になってきてる。それが楽しい。改造って要はリノベーションっすよね。古民家リノベなんてのが流行るのもわかるよ。楽しいもん。はい、こっち面とりあえず完了。反対側に行きます。作業14日目。2週間経っちゃいましたね。でも進んでますよ。ドアの取り付け、これをやらないとね、開けっぱなしになっちゃうからね。いろいろ入ってくるでしょ、動物が。鳥とか猫とか、なんか他にもいろいろ。それは困る。キャスターをつけたドアがレールに沿って動く仕組み。引き戸っすね。で、このままだと地面が平らじゃないんで、ドアがね、しっかり閉まらない。それじゃあ困るんで、コンクリートをこうやって切って、新たにセメントを流し込んで平らな地面を作ってやるといいよってご近所さんに言われたんで、それをやってみることにしたんだよ。まさかコンクリート切ることになるとは思わなかったよね。ほんで切ったところをはずる。これね、じいちゃんが持ってた発力機、これあって助かったよ。
まさかコンクリート初ることになるとは思わなかったよね。ご近所のおっちゃん、あの方がいなかったら今回のこの小屋改造だいぶ違う形になってたと思います。本当に感謝感謝。作業15日目。この日は雨だったからかな。とりあえず張ったコンクリートはそのままで別のことをしてますね。また波板張りだ。これカットするのきつかったな。ものすごくね散らばるんですよ。なんか細かいのがね。まあいいけど終わったから。でこの入り口の上の部分、そこに波板を張ります。でも確かね、この日もう天気悪すぎて撮影このまま終わっちゃったんだよ。終了。作業16日目。この日ね、原田はラッパーデビューをしました。記念日です。飛ばしたい方飛ばしてください。Yeah! どうぞリズムに合わせて焦げちゃう塗装。だいたい焦げちゃう。みんな焦げちゃう。あっちも焦げちゃう。こっちも焦げちゃう。塗装は焦げちゃう。これ間違いない。Yeah! 焦げちゃう。やっぱり塗装は焦げちゃう。Yeah! ほんで中、ここを片付けて単管パイプで棚を作ります。Yeah! パイプ、単管パイプを単管パイプ。Yeah! 棚は単管、みんな単管、あっちも単管、こっちも単管。僕はカンカン、君は散々、あとは簡単単管パイプ。Yeah! 棚は何段？やっぱ3段？それとも4段？だんだん？バンバン単管。という流れでなんだかんだ2日くらいかけて棚を作ると。ほんで作業17日目になっています。初めてのモルタル。これもね、分量を測ってうまい具合に地面を平らにできればいいんですけどね、なかなか難しかったっすね。水の量を測ってもなんかセメント柔らかいし、シャバシャバでしょ。なんで未だによくわからない。なぜ？いっつも二度手間の原田です。セメントを流し込む。でもね、やっぱ硬さわかんないんですよね。初めてだし、用途によってだいぶ変わってくるらしいですからね。全部近所のおっちゃんに言われるがままやりました。次は傾斜つけるためにもう少しセメントを硬くして反対側にねモルタルを流し込む。これもね、近所のおっちゃんいなかったらね全然わかんなかったからね、助かったよ本当に。でこれを水平にすんのがまためんどくさいんだ。よくわからね。左官屋さんはすごいっすよ、ね、これ結構テクニック必要だよ。やったからわかる。で何日か置いてて、これが完成したモルタル。ちゃんとできてんのかできてないんだかが分かりません。作業を始めてから1ヶ月経っちゃいましたね。でも作業自体は18日目か。まあそれでも結構かかってますよね、時間。多分遅いっしょ。だって効率悪いもんね。ドア終盤です。てか総集編ってこんなでしたっけよくわかんない。何喋ればいい思い出覚えてません。いつも適当にやってるからでしょうね。まあ大変は大変でしたけど、今後なんかやるときにね、一応知識として経験、これが活かされる時がいずれ来るんでしょうけど、基本的には適当なんであんまり覚えてないっていうね、意味ない。まあこうしてドアが出来上がったと。
いうことですね。作業19日目、最終日ですね。始めたのが5月頭で、もう6月も後半に差し掛かってますからね、この時。時が経つのは早い。こんなことしながら年を重ねていって、いずれ自分もじいちゃんになってんでしょうね。あれつって、この前この小屋作ってなかったっけとか言いながらね。わかんないけど。で、本編をね、見てくれていた方はご存知かとは思いますけども、最後にまたラップありますんでね、2連チャンしかも。スキップしてそのままエンディングでもいいかもしれないですね。じゃあ、やるなよって話なんですけど。まあでも、これを入れずに総集編を作るわけにはいかないのでね。そこは多めに見てください。Yeah! 雨どい。雨どい雨どい。雨どい。雨ボーイ。Yeah! ようやく終わりが見えてきた小屋改造計画。結構贅沢。新品の雨どい使ってますからしっかり仕上げてくださいな。初めて知ったよこいつの名称。あんまりメジャーな言葉じゃないよね。雨どいつけたらどうなんの？雨流れんの？それ意味あんの？それすら知らずにつけてる雨どい。戸惑う雨どい。さまよう雨どい。原田はあんまり気にしない。あら雨どいちょっと怒ってない？ラッパー気取りのおっさん全然韻踏んでないない。Yeah!って言ってりゃいいと思ってる原田はラップも適当、雨どいも適当、全部適当、そろそろ泣きそう、ご苦労さん。Yeah! いよいよ終盤、原田の小屋改造、最後に雨どいつけたら終了、正直結構めんどくさいぞ。おう、じいちゃんが昔作った単管パイプ小屋。お、孫がひじくり回すのなんだか変な感じだな。雨どい、際どい、角度に調整、雨水流れる通路作成、汗水垂らした原田は補正。気のせい？じゃあ何？押せ？それとも出せ？いちいちしつけ、とにかくせいいから作業をしっかりせい。雨どいつけたら完成、原田の小屋改造ぞ。Yeah! 今のはさすがに原田も赤面させん。さすがに反省なこと言ってたら雨どい完成。できた。はい。ドン。雨どいがついた。これね、適当っす。どんどん適当になりましたが、これで OK。ちょっと角度変だけどな。まあいいや。さて、小屋に入ります。窓閉めて。小屋もだいぶ整理したよ。ほら、まあ、荷物置いちゃうとすぐぐちゃぐちゃなんだけど、ね、棚と物がちゃんと収められております。で、今軽トラないんで入れられないけどね。こうスペースできたから。OK。はい、これ感動のエンディングですね。いかがだったでしょうか。原田のおじいちゃんの単管パイプ小屋改造してみた編でしたけども、こうやって見ると、まあ19日か。あっちゅうますね。まあもうしばらく山口県にいるので、そのうちにできることをやりたいなと思います。それではまた別のプロジェクトでお会いしましょう。ごきげんよう。